どうも、日本語で喋りましょうの加藤です。このポッドキャストではナチュラルな日本語でいろんなテーマについて話しています。すべてのエピソードの振り仮名と英語訳、重要単語リスト付きのスクリプトもパトレオンで公開しています。お刺身のように新鮮で生の日本語を学びたい人はぜひ最後まで聞いていってください。よろしくお願いします。はい、今日はお風呂について話していきたいと思います。皆さんもう知ってるかもしれませんけど、日本人はお風呂が大好きです。なので今日はお風呂の中でも3種類のお風呂について、紹介していきます。まず1つ目ですね。1つ目のお風呂は、普通の家の中にあるお風呂です。日本では家の中にお風呂があるのは一般的なんですけど、実はね、家の中にあるお風呂というのは昔は、そんなに一般的じゃなかったんです。家のお風呂は江戸時代ぐらいからある程度広まっていって、でも昭和の最初の頃は日本の中でも庶民の人、お金がない人は、家の中にお風呂がありませんでした。なので家の中にお風呂があるというのは、裕福なお金持ちの家庭だけでした。その後家の中のお風呂が一般化したのは実は、1950年とか1960年頃、日本の経済が成長し始めた頃から家の中にお風呂があるのは、一般的に、なってきたんです。なので割と最近になって、一般的になったんですけど、その前は家の中にお風呂が実はなかったんです。で、一人暮らしの人はあまり家でお風呂に、入らないという人も最近では多いんですけど、僕が子供の頃は、ほとんど毎日、お風呂に入っていました。うちの家庭ではまずだいたい兄か僕が最初にお風呂に入って、でその次に母親で最後に父親がお風呂に入っていました。で浴槽の中の、お湯、これは毎回変えません。例えば僕がお風呂に入った後、同じお湯で兄がお風呂に入って、でまた同じお湯を使って僕の母親と父親も、お風呂に入るんです。なのでお湯は、家族みんなで同じお湯を使うのが、一般的です。でこれがどのぐらい一般的か分かりませんけど、うちではその最後に残ったお風呂のお湯を、洗濯する時にも、使ってました。次、2つ目です。2つ目は銭湯です。銭湯というのは簡単に言うと、みんなで一緒に入る、大きいお風呂のことです。今は家にお風呂があるのがかなり一般的ですけど、その前は銭湯というところに行ってみんなで同じ大きいお風呂に入るのが、一般的でした。でも銭湯は公共のもの、みんなのものなのでルールがあるんです。その中で、基本的なルールを今日は、5つそれも紹介したいと思います。銭湯のルール、まず1つ目は裸で入る。これはちょっと日本人にとっては当たり前ですけど、外国では例えば公共のジャグジーのお風呂とか入るときに水着を着て入ったりするのも結構一般的だと思うんですけど、日本の銭湯では水着は、基本的には着ません。それから裸で入るんですけど、体を洗うためのタオルは持って銭湯の中に入っても大丈夫です。で、脱衣所という服を脱ぐ場所があるので、着替える場所があるので、そこで服を脱いでタオルを持って銭湯の中に行きます。いろんな人がいてちょっと裸になるのが恥ずかしいとか抵抗がある人もいるかもしれませんけど、周りもねみんな裸なので慣れてしまえばあまり気になりません。なので
銭湯に行ってみて、ちょっと見てみてください。最初は緊張するかもしれない。最初はちょっと恥ずかしいかもしれませんけど、慣れればもう全然気になりません。で、2つ目のルールですね。2つ目のルールは、体を洗ってから湯船に入るんです。もちろんね、お風呂って、体を洗うところなんですけど、湯船に入る前に体をきれいにして、で、きれいな水、きれいなお湯をみんなで使いたいので、体を洗ってから湯船に入るのがマナーなんですね。もちろん湯船の中のお湯をきれいに保ちたいので、お風呂、湯船の中で体を洗ったりするのもこれも良くないので気をつけてください。それからそのルール3つ目ですね。3つ目は湯船にタオルを入れないことです。さっき言ったように銭湯に行くとき、銭湯の中に入るときはタオルを持って行って、それで体を洗うんですけど、その体を洗うタオルは例えば横に置いていく、湯船の横に置いておいたり、結構多いのは頭にこのタオルを乗っける人とかいるんですけど、湯船につけるとね、お湯が汚れてしまうので、どっか湯船に、触れないところに置いていくのが、一番いいです。これもちょっと気をつけておきたいマナーですね。それからルール4つ目。4つ目のルールは、風呂の中に桶と椅子というものがあります。桶はバケツみたいなものですね。で、それを体を洗うときに使うんですけど、使い終わったら元の場所に戻す。これもマナーです。元の場所に戻すときは、しっかりお湯で湯水でちょっと軽く洗ってから戻すと、次使う人がね、気持ちよく使えるので、そこも気をつけてください。それからね、元に戻さないといろんなところに桶とか椅子とかが、散らかってしまうので、そうするとちょっとみんながね、歩くときに危ないっていうところも、理由としてあると思います。なので桶と、椅子、これは使い終わったら、軽くきれいにして元の場所に戻すようにしましょう。それから最後のルール5つ目ですね。体を洗って湯船に浸かって、お風呂に入りました。その後また着替えなきゃいけないですよね。脱衣所に戻るときにしっかり体を拭きましょう。もちろんお風呂に入ったその後なので体が濡れている、これはしょうがないですよね。でもその後脱衣所、自分の荷物があるロッカーに行くときに軽く体を拭いてください。そうしないと脱衣所が水浸しでびちゃびちゃになってしまうので、それはちょっと他にね、脱衣所を使う人は気持ちよくないので、軽く体を拭いてから、それから自分の荷物があるところに戻るようにしましょう。で、3つ目のお風呂ですね。これは温泉です。温泉は皆さんも聞いたことあるかもしれませんけど、歴史はすごく長いです。温泉をいつ頃から日本人が使うようになったのか、実は定かではないんですね。ちょっとわからないんですね、いつから使うようになったのか。でも一説によると1300年以上歴史があるというふうに言われています。長いですよね。1300年の歴史があるんです。で、温泉に入るときもさっきちょっと話した銭湯に入る時のルールと基本的には同じです。それから温泉はもちろん室内、室内の銭湯みたいな温泉もあるんですけど、露天風呂といって外で入れる温泉もすごく一般的です。これすごくいいんですよ。特にね、冬の寒い時期に入る露天風呂は外は寒いんですけどお湯はあったかいので、体の中がすごく温まるんです。それからね、外で入るので景色も見れるんですね。それもすごくいいんですね。景色を楽しみながらお風呂を楽しむ、これが露天風呂の良さです。特に雪が降ったりしてるとまた綺麗なね、景色が外で見れてすごくおすすめです。はい。皆さんもね、日本を旅行するのはぜひ銭湯とか温泉試してみてください。はい。
ということでね、今日はお風呂について話してみました。皆さんはお風呂が好きですか？ぜひコメント欄で教えてください。それから今日の話を聞いて少しでも面白いと思ったら、ポッドキャストのフォロー、YouTube の高評価とチャンネル登録、ぜひよろしくお願いします。それじゃあ最後まで日本語で喋りましょう。聞いてくれてありがとうございます。今日話した内容の振り仮名と英語訳、重要単語リスト付きのスクリプトを読みたい人は、リンクに載っている Patreon のサイトをぜひチェックしてみてください。そこで話してほしいテーマもリクエストできるので、どしどしメッセージ送ってください。それでは皆さん、さようなら。